先日、SNS 上で学校で使うリコーダーの集金が話題になっていました。それは、リコーダーの代金として1980円を集めるということについてで、急に言われるとちょうどの金額を準備するのが大変とか、スーパーじゃないんだから安そうに見せてお得感を出す必要はないとか、2000円の方が払いやすいし、先生たちも集めやすいのではなどという反応が寄せられていました。確かにその通りですよね。今回は元小学校教師の立場から意外と知られていない教材費の裏側を紹介させていただきます。まず教材について大きくみんなが絶対に同じでないといけないものとデザインや買う買わないを選ぶことができるものの2つに分けることができます。同じものというのは例えばテストや漢字ドリル、計算ドリルなどのどの学年でも大体使うものや学年によって違うものには理科の磁石を使ったおもちゃ作りのセットや図工で使う版画の板などがあります。教材とは違いますが、修学旅行費などもこの仲間に入ります。このようなものは年間である程度の金額が予想できるため、合計金額を月で割って月ごとに銀行引き落としで集める学校が多いのではないかと思います。デザインや買う、買わないを選ぶことができるものとは、例えば卒業したお兄さんやお姉さん、近所の友達がいる場合にもらって使ったり、自分で欲しいデザインのものを決めたりできるもので、例えば習字道具や絵の具セット、国語辞典やリコーダー、漢字辞典や彫刻刀、裁縫道具、エプロンやナップザックの作成セットなどで、このようなものの注文を受け付けるときに集金の方法を取ります。今回話題になっているリコーダーはこちらの仲間ですが、値段の話などを分かりやすく説明するために一度こちらの教材の決め方についてお話をします。まず、春休み中の4月1日に職員の間で担任が発表されると、一番にクラスの子どもの確認をするのが当然ですが、その次が教材というくらい早い段階で教材選びが始まります。まずは学年の先生たちでどの教材を使うか、どの会社に注文するかを話し合って決めます。というのも、実は同じ教科のテストでも会社によって値段や内容が少しずつ違うからです。例えば国語のテストの場合でも10種類くらいあるものの中から見比べながら決めているのです。この時、内容をきちんと見て決めるのはもちろんですが、実は大事なポイントがあります。それは、国語も算数も社会も理科も同じ会社に注文しないということです。内容を見ながらも、同じ会社にばかり注文が集中しないように、バランスを考えて決めてるんですよ。しかし、実はまだ終わりじゃありません。学年で注文したい教材が決まったら、教材選定委員会という会議が開かれます。これは、学年の代表者や校長、教頭などの管理職が集まって、自分たちの学年が注文する会社や値段を報告するものです。これは、同じ会社にばかり注文が集中していないか、値段が大きく違っていないかを確認するためです。それぞれの学年で先に話し合っているので、大きな変更はあまりありませんが、注文する会社に重なりが多かったら、どこかの学年が変更したり、注文をしていない会社があった場合には、工作セットなどの注文をするときにその会社を優先するようにしたりします。この教材選定委員会が終わると、注文の電話をすることになります。教科ごとにそれぞれ担当を決めてから、学校名、学年、クラスごとの人数を伝えて注文します。多分同じような時期にいろんな学校から注文が入るので、電話を受ける側も大変だと思います。ちなみに転出や転入があればその度に変更の電話もします。ここで教材の値段の話に戻りますが、家庭によって事情は様々です。例えば兄弟がたくさんいたら、それぞれがテストやドリルを注文するわけですから、家庭の負担も大きくなります。教師の方もできるだけ家庭の負担を減らしたいという思いを持っています。実は教師用のドリルやテストは担任の先生が買っているわけではなく、注文した数に教師分がプラスされた状態で届きます。なので値段交渉をしても教師側が得することはありません。しかし各家庭の負担ができるだけ減るように注文するときに値段交渉をすることがあります。例えば、他の学年と一緒に注文するので少し安くなりませんかと聞いてみると、多くの注文が集まるので、
わかりました。では320円のところ310円ではどうでしょうとなることもあります。大きく値切ることはできませんが、少しでも負担が減るように動いた結果です。つまり、最初のリコーダー1980円も少しでも負担が減るようにと考えられた値段設定だと私は思います。ただ、小銭を用意するのはそれはそれで負担ですよね。今回の1980円のリコーダーの場合、2000円を集めておいて、多く徴収しすぎた20円を毎月引き落とされている金額から引いて調整するといったように、現金で集める場合はちょうどいい金額にし、差額を翌月以降の引き落とし金額を調整するなどの工夫が考えられます。すでに実践している学校もあるかもしれませんが、そういった工夫が広がっていくといいかもしれませんね。どちらにしても子供が現金を持ってくるということを考えると、防犯などの意味でもキャッシュレス決済の導入などの現金で集めない環境づくりが大切です。今回は教材費の決まり方についてお話しさせていただきました。このチャンネルでは主に学習や生活で使える覚え方などを紹介していますが、元教師としての立場からクラス替えの方法などについてもお話ししています。今後も担任の決まり方や時間割の作り方などについてもお話ししようと思っていますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。